こんにちは、あやはれです。今日は来週のお昼ご飯を5日分作り置きします。今日作るレシピの買い物リスト、作り方はすべて概要欄に記載していますので、作る時に活用してください。生理前で 2,3 日前からピリピリしていて、昨晩ついに旦那さんと大喧嘩してしまいました。一人反省会をしながら買い物に行って帰ってきたところです。来週生理が来ると今度は眠気との戦いが始まり、お腹は空いたけど何もしたくない状態に陥るのは目に見えているので、今日はお気に入りトップ5の冷凍弁当を作って来週の私の機嫌を取ろうと思います。まずは玄米ご飯を炊きます。私はダイエットを機に白米から玄米に変えました。最近はこのローカット玄米がお気に入りです。独自の技術で栄養はそのままに白米と同じように炊いてもふっくら仕上がる玄米。玄米独特の匂いなども少なく、初めて玄米に挑戦する方におすすめできます。無洗米なのでこのまま水を入れるだけ。レンジ加熱することを考慮して少し柔らかめに。2合の玄米に対して 2.5 合分の水を入れます。炊けたら5食分に分けます。保存容器は無印のプラスチック容器。ガラスのように透明度が高く、中身が見やすい。蓋のバルブを上げれば蓋をつけたままレンジ加熱可能です。冷凍する前にしっかり粗熱を取る必要があるので、できるだけ早く弁当箱に入れて粗熱を取るのがいいかなと思います。まずは5食分の副菜3品サクッと作ります。まずは電気ケトルでたっぷりお湯を沸かします。ほうれん草を2袋分用意。根元はバサッと切ってしまってもいいですが、甘みがあって美味しい部分でもあるので、汚れが強いところはカット。汚れが落ちやすいように十字に切り込みを入れます。沸騰したお湯をフライパンに注ぐ。沸騰したら根元を1分。刃が浸かったらそこからさらに1分茹でる。ざるにあげて氷水にさらして2分待ちます。しっかり水気を切ったら4センチ幅にカット。マヨネーズ大さじ1、白すりごま大さじ1、醤油小さじ1、よく混ぜ合わせたら完成。次に人参の和風和えを作ります。耐熱容器を用意。人参を千切りします。ラップをしてレンジ600ワット2分加熱。軽く水気を切ります。顆粒和風だし小さじ1、醤油小さじ1、ごま油小さじ1/2、よく混ぜ合わせたら完成です。副菜最後はネギ入り卵焼きを作ります。卵を4つ、マヨネーズ大さじ1。マヨネーズに含まれる油分と酢がふわふわの食感を作って、冷凍しても固まらずにふわふわをキープできます。
長ネギが余ってしまうので今回は卵に追加しました。卵焼きを巻いていきます。解凍皿の上で粗熱を取ります。これで5日分の副菜がまず完成です。鮭のり弁当を作ります。塩鮭を買ってきたので味付けをせずに魚焼きグリルで焼くだけ。次に紹介する鮭のオーロラ焼きも一緒に作ります。3等分にカット。中火で5分焼きます。オーロラソースはケチャップ小さじ1とマヨネーズ小さじ1を混ぜるだけ。ひっくり返して3分加熱。鮭のり弁当用の鮭はこれで完成。3等分した方にはオーロラソースを塗ってもう1分焼きます。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めます。玄米ご飯の上に鰹節をたっぷり、醤油をたらっと、海苔を敷いて鮭をのせる。ほうれん草のごま和え、卵焼き、人参の和風和え、完成です。蓋を閉めて冷凍庫にしまいます。次は鮭のオーロラソース焼き弁当です。私と同じように5種類のお弁当を作る方はもう完成済みなので、あとはお弁当箱に詰めるだけ。このお弁当だけ作ってみようと思った方は鮭1切れを3等分にカットして魚焼きグリルで両面焼く。その間にケチャップ小さじ1とマヨネーズ小さじ1を混ぜたソースを作ってソースをのせて追加で1分加熱したら完成。玄米ご飯の上に鮭をのせて卵焼き、ほうれん草と人参の副菜を入れて完成。蓋をして冷凍庫にしまいます。次は親子丼弁当です。玉ねぎは薄くスライス。親子丼に4分の1個分、生姜焼き用に4分の1個分使うので2分の1個分まとめてカットします。この後作る鶏ネギ塩用の刻みネギもこのタイミングで切ったらカット作業はこれで終了。包丁とまな板を片付けられるのでこのタイミングで一緒にやってしまいます。鶏胸肉は一口サイズにカット。お弁当用にカットするときは気持ち小さめにカット。繊維を断つようにカットすることで柔らかく仕上がります。1食 150g あたり片栗粉小さじ1を薄くまぶす。今回は次のレシピの分も含めて1枚分に対して小さじ2。片栗粉は表面をコーティングして肉汁を閉じ込めて柔らかくする効果と調味料の吸収を良くして味が染み込みやすくなる効果があります。フライパンに水 100ml、醤油大さじ1、みりん大さじ1、てんさい糖小さじ1、顆粒和風だし小さじ1/2、玉ねぎ4分の1個分、鶏胸肉 150g。蓋をして中火で5分煮ます。溶き卵を流し入れる。そのまま食べるなら半熟がいいけど今回はお弁当に詰めるのでしっかり加熱します。
今回私は粗熱を取るのを忘れて詰めてしまったのですが、結露してしまうと食感が変わったり衛生的にも良くないので、しっかり粗熱を取ってから詰めてください。ほうれん草と人参の副菜、蓋を外した状態でしっかり粗熱を取ってから冷凍しました。鶏ネギ塩弁当を作ります。電気ケトルでたっぷりお湯を沸かします。鶏胸肉は小さめの一口サイズにカットして片栗粉小さじ1をまぶす。長ネギ4分の1個分をみじん切り。ごま油小さじ2、レモン果汁小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1分の1、オイスターソース小さじ1分の1、胡椒少々。よく混ぜ合わせます。沸騰したお湯をフライパンに注ぐ。沸騰したら鶏胸肉を入れる。全部入った状態で1分茹でます。茹で汁は少しだけ残して捨てます。ネギ塩だれをフライパンに投入。とろみが出るまで加熱したら完成。火を止めて粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めます。隙間をほうれん草と人参で埋める。冷凍庫で保存します。最後に生姜焼き弁当を作ります。豚こま 120g とスライスした玉ねぎ4分の1個分を用意。フライパンに少量の油をひいて玉ねぎを炒めます。豚こまは炒める前に先に味付けをします。片栗粉小さじ1、一旦なじませて酒小さじ2、醤油大さじ1、生姜チューブ2センチ、てんさい糖小さじ1、しっかりなじませます。フライパンに豚こまを入れる。全体火が通ったら完成です。また粗熱を取るのを忘れて詰めていますが、皆さんは粗熱を取ってから詰めてください。もし私のように詰めちゃった方は蓋をせずにしっかり粗熱を取ってください。卵焼きとほうれん草を詰めて粗熱が取れたら蓋をして冷凍保存します。人参は2食分、ほうれん草は1食分ぐらい余りました。副菜は基本的に薄味にしているので味見して調整してください。一緒に作ってくれた皆さんも私もお疲れ様でした。食べるときは蓋を少しずらした状態でレンジ 600W で5分加熱。この保存容器の場合は蓋のバルブを上げるだけ。私はこのお弁当一つじゃ物足りない時が多いので、いつもスープを添えています。先にスープでお腹を満たしてからお弁当を食べると食事の満足度が上がります。職場に持っていく場合は保冷剤を入れて冷凍のまま持っていくか、朝レンジ加熱して粗熱を取ってから持っていきます。作り置きは
冷凍保存で2週間以内に食べるようにしてください。ダイエットを始めてから食べるフルーツも考えるようになって、一番よく食べているのがキウイです。黄色いキウイはビタミン C が豊富、緑は食物繊維が豊富。私が10キロ痩せるために行ったことの一つに腸内環境改善があり、それが私の減量成功の要因の一つになったので、未だに食物繊維重視で緑を選ぶ癖がついています。ダイエットを始めるまでは旬の野菜やフルーツを食べるということを全く意識してなかったのですが、今はできるだけ節約しながら効率よく栄養を摂るために旬の食材を意識的に摂るようになりました。年中コンビニご飯で生活をしていた私にとって、スーパーに行って大好きなゴーヤの季節が来たとか、冬の大根はやっぱり甘いなと旬の食材で食事を楽しむことは、なんだか自分をすごく大事にしている行為に感じます。もうそれだけで健康になった気分になるので、自炊は大変だけど私にとっては心が満たされる行為になっているなと最近つくづく思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。